レッスン1、音楽の喜び。アンナさん、こんにちは。好きな趣味はありますか？こんにちは、ジョン。はい、私は楽器を演奏するのが大好きです。それは自分を表現する素晴らしい方法だよ。楽しそうだね。ギターでどんな曲も弾けますか？はい、何曲か演奏できます。新しい曲を学ぶのはいつもワクワクする。それは印象的です。ずっと楽器の弾き方を学びたいと思っていました。ぜひ試してみてくださいね。楽器を演奏することは、やりがいのある充実した経験になり得ます。ちょっと怖いです。私にそのための才能があるかどうかはわからない。才能については心配しないでください。練習と献身があれば、誰でも楽器の演奏を学ぶことができます。それを聞いて心強いです。多分試してみて、ギターから始めようかな。それは素晴らしい選択です。そのギターは多用途で人気がある。学習に役立つリソースはたくさんあります。普段、新曲を学ぶためのリソースはどこで見つけますか？ギターのチュートリアルやコードチャートをオンラインでよく検索しています。ウェブサイトやビデオレッスンはたくさんあります。それは便利です。学習を始めたら、必ずそれらのリソースを調べます。より体系的なアプローチを好む場合は、先生を探すか、音楽クラスに参加することも役立ちます。それは良い点です。経験豊富な講師の指導を受けることで、学習プロセスを加速できます。絶対に。彼らは貴重なフィードバックを提供し、適切なテクニックを開発するのに役立ちます。ギターで弾くのに好きな曲は何ですか？クラシックロックからコンテンポラリーポップまで様々な曲を演奏するのが好きです。それは私の気分次第です。それは素晴らしいです。いろんなジャンルやスタイルでプレイできるのは楽しいに違いない。です。ギターを弾くことで様々な音楽ジャンルを探求し、レパートリーを広げることができます。好きな曲を演奏するのがどんなに充実感があるか想像できます。本当にそうです。音楽には喜びをもたらし、人々をつなぐ方法があります。それは本当です。音楽がいかに感情を呼び起こし、一体感を生み出すことができるかは驚くべきことです。間違いなく、楽器を演奏することは創造的な手段となり、自己表現の手段にもなります。音楽の旅を始めることにワクワクしています。インスピレーションを与えてくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン、あなたを励ますことができて嬉しいです。忘れてはいけないのは、一番大切なことは、楽しんでプロセスを楽しむことです。それを心に留めておきます。音楽の楽しさを発見しよう。レッスンに旅行の必需品。こんにちはアンナ。あなたは今まで他の国に旅行したことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、幸運にもいくつかの国に旅行できました。いつもワクワクする体験です。それは素晴らしいですね。もうすぐ初めての海外旅行を計画しています。旅行のコツはありますか？絶対に。必需品の一つに、電子機器用のユニバーサルトラベルアダプターがあります。
それは素晴らしい提案です。デバイスを充電できなければ、捕まってほしくない。まさに、国によってコンセントの種類が異なるため、ユニバーサルアダプターを使用すると互換性が保証されます。トラベルアダプターを購入する際に確認すべき特定の機能はありますか？訪問している国の電圧をサポートするアダプターを選択することが重要です。それは知っておくと良いことです。間違った電圧を使ってデバイスを傷つけたくありません。一部のアダプターには USB ポートもあり、スマートフォンなどの充電に便利です。これは便利な機能です。複数の充電器を持ち運ぶ手間が省けます。もう一つのヒントは、アダプターにサージ保護機能があるかどうかを確認することです。電子機器を電力サージから保護するのに役立ちます。これは貴重な機能です。潜在的な電気的問題からデバイスを保護したい。間違いなく、電子機器に関しては、後悔するよりは安全である方がいいです。ユニバーサルトラベルアダプターはどこにありますか？簡単に入手できますか？ほとんどの旅行店、電気店、さらにはオンラインで見つけることができます。それらはかなり一般的です。それは便利です。旅行前に必ず取っておきます。どんな旅行者にとっても賢い投資です。これにより、どこにいてもデバイスを使用できるようになります。トラベルアダプター以外に、他にどのような必需品を梱包すればよいですか？長時間のフライトやバスでの移動には、高品質の旅行用枕を忘れずに持参してください。それは素晴らしいアイディアだ。快適さは、特に長旅では重要です。また、外出先でもデバイスを充電しておくために、ポータブル充電器やモバイルバッテリーを用意しておくと便利です。それはマストアイテムです。ナビゲーションや接続はデバイスを頼りにしています。最後に、パッキングキューブは持ち物を整理し、荷物のスペースを節約するのに役立ちます。これは実用的なヒントです。スーツケースのスペースを最大限に活用したい。必需品だけを忘れずに持ち込んでください。これにより、旅行がより簡単に、より楽しくなります。貴重なアドバイスをありがとう、アンナ。これで、次の旅行に向けて準備が整った気がします。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。旅を楽しんで、素敵な旅を。ありがとう、アナ。この新しい冒険に乗り出すのが待ちきれません。レッスン3、冒険が待っている。アンナさん、こんにちは。計画しているこの旅行にとても興奮しています。こんにちは、ジョン、私もです。どこに行こうと思ってるの？ずっと東南アジアに行きたいと思っていました。文化と風景に魅了されます。すごいですね。これは楽しくて冒険的な旅になるでしょう。絶対に、新しい場所を探検して、いろんな食べ物を試すのが待ちきれません。食べ物といえば、タイ料理を食べたことがありますか？はい、あります。味は信じられないほどです。本格的なタイ料理を楽しみにしています。
タイ料理は甘み、酸味、塩味、辛みのバランスが取れていることで知られています。まさに食の冒険です。美味しそう。食べてみたい美味しそうな料理をもう想像しているよ。パッタイ、グリーンカレー、マンゴーもち米をお忘れなく。これらは必需品です。注目。必ず私の食通チェックリストに追加しておきます。食事以外に旅行でやりたいアクティビティについて考えたことはありますか？私は自然を探検することに興味があるので、ハイキングに出かけたり、国立公園を訪れたりする予定です。それは素晴らしいアイデアのようですね。東南アジアは息を飲むほど美しい自然で知られています。美しいビーチについても聞いたことがあります。ぜひ海辺でリラックスした時間を過ごしたいです。トロピカルパラダイスをリラックスして楽しむのに最適な方法です。また、史跡を訪れ、地元の文化に浸ることも考えています。それは素晴らしい計画です。東南アジアには発見すべき歴史と活気に満ちた文化がたくさんあります。新しい人々と出会い、彼らの生き方を学ぶ機会にワクワクしています。地元の人々と交流することは、洞察を得て思い出に残る体験をするための素晴らしい方法です。絶対に、旅行は目的地だけでなく、私たちが作るつながりでもあると思います。よく言ったよ、ジョン。私たちの旅を本当に特別なものにしているのは、そのようなつながりと経験です。アンナ、これ以上同意できない。この旅は一生に一度の冒険になるだろう。ワクワクしているよ、ジョン。新しい発見に満ちた忘れられない旅になることを願っています。ありがとう、アナ。私が戻ったら、エキサイティングな話や経験をすべて共有します。その話を全部聞くのが待ちきれないよ、ジョン。ボンボヤージュして、素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとう、アナ。戻ったらまた会いましょう。レッスン4、自然を受け入れる。アンナさん、こんにちは。最近いい天気を楽しんでいますか？こんにちは、ジョン。はい、晴れた日を利用してきました。野外活動にはぴったりです。それは素晴らしいです。自然の中で過ごす時間が大好きです。最近ハイキングに行ったことはありますか？はい、先週末は美しいハイキングに出かけました。景色は息を飲むほどでした。それは素晴らしいですね。そろそろハイキングの計画を立てないと。何かおすすめはありますか？近くの山には素晴らしいトレイルがあります。頂上からの眺めは一見の価値があります。それを書き留めておきます。自然に囲まれていると、いつも爽快だ。絶対に。自然の中にいると、リラックスして元気を取り戻すことができます。これ以上は同意できませんでした。日常の喧騒から逃れるには最高の方法だ。ハイキング以外に、他のアウトドアアクティビティを試したことはありますか？はい、最近友達とカヤックに行きました。素晴らしい経験でした。カヤックは楽しそう。
私は水上にいて、様々な水路を探索するのが大好きです。それは平和で穏やかな冒険でした。強くお勧めします。絶対にやってみます。自然とつながり、運動をするのに最適な方法です。絶対に、アクティブな状態を保ち、心身の健康に気を配ることが重要です。これ以上は同意できませんでした。自然には私たちの精神を若返らせ、リフレッシュさせる方法があります。キャンプに行ったことはありますか？週末の休暇として考えていたんだ。はい、何度かキャンプをしたことがあります。自然に浸るには最高の方法です。星空の下で夜を過ごし、キャンプファイヤーを楽しむというアイデアにワクワクしています。キャンプではテクノロジーから離れ、自然界の美しさを鑑賞することができます。それこそまさに私が探しているものです。接続を切断して充電するチャンスです。きっと忘れられない体験ができると思います。必需品は必ず詰め込んでください。絶対そうするよ。思い出させてくれてありがとう。どういたしまして、ジョン。自然の美しさに包まれる素晴らしい時間を過ごしていただければ幸いです。ありがとう、アナ。それを最大限に生かすようにするよ。自然にはたくさんのものがある。確かにそうです、ジョン。アウトドアアドベンチャーを楽しんで、心に残る思い出を作りましょう。そうするよ、アンナ。ありがとう。すぐに追いつくよ。レッスン後、スパイスを効かせて。こんにちは、アンナ。メキシコ料理を食べたことがありますか？スパイスのレベルは様々ですが、私はマイルドからミディアムが好きです。こんにちは、ジョン。はい、私はメキシコ料理が大好きです。味はとても鮮やかで多様です。それは嬉しいですね。好きなメキシコ料理はありますか？私はタコスが大好きです。用途が広く、あらゆる種類の美味しい食材を入れることができます。タコスは素晴らしいです。一口ごとに味わいと食感の組み合わせを楽しんでいます。ワカモレを食べたことがありますか？マッシュしたアボカドを使ったクラシックなメキシカンディップです。はい、あります。ワカモレはクリーミーで風味豊かです。トルティーヤチップスと相性抜群です。間違いない。そして、ディップといえば、サルサを食べたことはありますか？トマトベースのスパイシーなソースです。はい、あります。サルサはどんな料理にもピリッとした味を加えます。私はマイルドなバージョンが好きですが、スパイシーなものを好む人もいます。それは本当です。メキシコ料理には様々な好みに合わせて様々なスパイスレベルが用意されています。エンチラーダはどう？前に食べたことある？ああ、はい。エンチラーダは美味しい。ソースととろけるチーズをトッピングしたトルティーヤです。それは素晴らしいですね。いつかやってみないと。そして、チリレレノスを忘れないでください。ピーマンの詰め物で、通常はトマトベースのソースが添えられています。チリレレノはまだ試していませんが、美味しそうです。
必ずやってみるよ。もう一つの人気料理はチュロスです。揚げた聖地のペストリーにシナモンシュガーを塗ったものです。ああ、はい。チュロスは甘いもので我慢できないよ。ホットチョコレートとの相性も抜群です。絶対に。メキシコ料理には、美味しいものでも甘いものでも、みんなの味覚を満足させるものがあります。それが私の好きなところです。バラエティに富み、大胆な味わいが楽しめる。まさに、様々な料理を探求することで、料理の視野を広げることができます。アンナ、これ以上同意できない。新しい食べ物を試すこと自体が冒険だ。確かにそうです。次回、たくさんのフレーバーが欲しくなったら、メキシコ料理を試してみてください。絶対にそうします。アンナ、メキシコ料理への愛情を分かち合ってくれてありがとう。どういたしまして、ジョン料理探検を楽しんでね。お気に入りの料理を教えて。そうするよ。アンナ、必ず最新情報をお伝えします。レッスン6、プロテインパワーハウス。こんにちは。アンナ、肉以外に手頃な価格のタンパク質源を知っていますか？こんにちは、ジョン。はい、栄養価が高く予算に優しい植物ベースのオプションがたくさんあります。それは嬉しいですね。いくつか例を挙げていただけますか？確かに。豆、レンズ豆、ひよこ豆などの豆科植物は優れたタンパク質源です。豆科植物について聞いたことがありますが、タンパク質が高いとは知りませんでした。共有してくれてありがとう。どういたしまして。もう一つの植物由来のタンパク質源は、大豆から作られる豆腐です。ああ、はい。食料品店で豆腐を見たことはあるけど、食べたことはない。簡単に作れるの？絶対に。豆腐は用途が広く、炒め物からサラダまで、様々な料理に使えます。やってみるよ。ナッツと種はどう？それらは良いタンパク質源ですか？はい、ナッツや種子に葉タンパク質が豊富に含まれているだけでなく、健康的な脂肪やその他の栄養素も含まれています。それは知っておくと良いことです。アーモンドとひまわりの種を完食するのが好きなので、双方にメリットがあります。間違いなく。キヌアを食事に取り入れることも検討できます。タンパク質の多い穀物です。キヌアは面白そうですね。今度食料品の買い物に行くときに探してみるよ。素晴らしいアイデアです。卵も忘れないでね。手頃な価格で用途の広いタンパク質源です。私は朝食に卵を食べるのが好きですが、卵はタンパク質の選択肢としても優れていることを知っておくのは良いことです。絶対に。そして何か違うことを試してみたいなら、テンペも植物由来のタンパク質源です。テンペ、そのことは聞いたことがない。それは何？テンペはナッツ風味の発酵大豆製品です。ベジタリアンやビーガンのレシピでよく使われます。それは興味をそそられるね。私はいつも新しい食べ物を試す気があるから、テンペには目を光らせておくよ。
それが精神だよ。ジョン、様々なタンパク質源を探求することは、食生活を多様化し、栄養上のニーズを満たすのに役立ちます。完全に同意します。アナ、健康全般のためには、バランスの取れた多様な食事をとることが重要です。絶対に。そして、様々なタンパク質源を取り入れることは、美味しくて費用対効果も高くなります。植物由来のタンパク質をもっと食事に取り入れることができてワクワクしています。貴重な情報をありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン、手伝えてよかった。手頃な価格のタンパク質源の世界を探検して楽しんでください。そうするよアンナ、ありがとう。すぐに追いつくよ。レッスン7、読者を引きつける。アンナさん、こんにちは。私はライティングスキルを向上させようとしています。読者を引きつけるコツはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に。効果的な方法の一つは、質問をして読者の交流を促すことです。それは素晴らしいアイディアだ。質問をすることで、読者はコンテンツにもっと深く関わっていると感じることができます。まさに、会話の感覚が生まれ、文章がよりインタラクティブになります。私の文章をより魅力的にするためのテクニックはありますか？別の手法は、ストーリーテリングを使用することです。人々は注目を集める物語が大好きです。なるほど。だから、ストーリーを文章に取り入れることで、読者にとってより面白くすることができるんです。はい、ストーリーには読者と感情的なレベルでつながり、読者の関心を維持する方法があります。それは理にかなっています。私は間違いなく、もっとストーリーテリングの要素を書こうと思います。さらに、説明的な言葉や鮮明な画像を使うと、言葉に命を吹き込むことができます。ああ、説明的な言葉を使うと、読者の心に絵を描き、文章をより魅力的にすることができます。絶対に。読者がコンテンツを視覚化し、より没入感のある体験を作り出すのに役立ちます。それを心に留めておくよ。他に知っておくべきテクニックはありますか？読者を引きつけるもう一つの効果的な方法は、貴重で実用的な情報を提供することです。そのため、役立つヒントやアドバイスを提供することで、読者はコンテンツから利益を得て、価値があると感じることができます。はい、読者はあなたの文章から何かを得ていると感じると、関心を持ち続ける可能性が高くなります。それは素晴らしい点です。読者の興味を引きつけ、また戻ってきてもらうには、価値を提供することが不可欠です。そして最後に、会話の口調を使うことを忘れないでください。読者と会話をしているかのように書いてください。なるほど。会話形式で書くことで、内容がより親しみやすく、親しみやすいものになります。まさに、読者とのつながりを築き、あなたの言うことに興味を持ってもらうのに役立ちます。これらは素晴らしいヒントです。アナ、それらを応用して、私の文章をより魅力的にすることができてワクワクしています。ジョン、お役に立てて嬉しいです。これらの技法を取り入れることで、君の作文力は向上するだろうと私は確信している。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。ご指導に感謝します。どういたしまして、
ジョンいつでも助けに来るよ。執筆頑張ってください。私の進捗状況については必ず最新情報をお伝えします。アンナ、ありがとう。レッスン8、購入する前に。アンナさん、こんにちは。新しいガジェットを購入することを考えています。決断の仕方について何かアドバイスはありますか？ジョンさん、こんにちは。確かに。購入する前に、いくつかの要素を考慮しておくと役立ちます。ガジェットに何を求めていますか？信頼性が高く、予算に合ったものが欲しい。信頼性を判断する方法について何か提案はありますか？カスタマーレビューを読むことで、様々なブランドやモデルの信頼性についての洞察を得ることができます。それはいい考えだ。レビューをチェックして、他の人の経験がどうだったか見てみます。さらに、仕様と機能を比較すると、ニーズに合ったガジェットを選択するのに役立ちます。そうですね。優先する機能のリストを作成して、選択肢を絞り込みます。それは賢いアプローチです。購入する前に、探しているものを明確に把握しておくと役立ちます。間違いなく。また、友人や家族におすすめを聞くのも参考になります。はい、信頼できる人から直接推薦してもらうことで、貴重な洞察を得ることができます。彼らに連絡して、共有できる提案や経験があるかどうかを確認します。素晴らしいアイディアだ。ジョン。決定を下す前に様々な視点を集めることは常に有益です。私が考慮するもう一つのことは、保証とアフターサポートです。安心感を与えてくれます。絶対に。優れた保証と信頼できるアフターサポートがあれば、将来の悩みから解放されます。購入を確定する前に、保証条件を必ず確認します。それは賢いことだ。保証範囲と制限について知らされた方が良いでしょう。最後に、様々な店舗やオンラインプラットフォームの価格を比較して、最良の取引を行うのが好きです。ガジェットをリーズナブルで競争力のある価格で手に入れるには、価格比較が不可欠です。買いすぎていないことを確認するために、買い物をして価格を比較します。計画みたいだね。ジョン。これらの要素を考慮することは、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立つはずです。ありがとう、アナ。アドバイスありがとうございます。これで購入に自信が持てるようになりました。どういたしまして、ジョン。手伝えてよかった。あなたのニーズに合った完璧なガジェットを見つけていただければ幸いです。どうなるか教えてあげよう。アンナ、ご指導ありがとうございます。レッスン9、組織の習慣。アンナさん、こんにちは。生活空間をきれいに保つのに苦労しています。整理整頓のコツは？ジョンさん、こんにちは。スペースを整理することで、清潔さを維持するのが間違いなく簡単になります。整理整頓をしてみましたか？はい、整理整頓を始めましたが、時間がかかります。しかし、一旦整理できれば、物事を整理するのが簡単になります。絶対に、ジョン。不要なものを取り除くと、秩序感が生まれ、掃除がしやすくなります。何を残し、
何を手放すかを決めるのは難しいと思います。そのプロセスを簡単にする方法について何か提案はありますか？役立つアプローチの一つは、アイテムが本当に役に立つのか、それともあなたに喜びをもたらすのかを自問することです。そうでない場合は、手放すそれは時期かも良い点です。しれません。もっと目利きをして、目的を果たすものや幸せをもたらすものだけを残すように努めます。もう一つのヒントは、アイテムの特定の場所を指定して、恒久的な保管場所を確保することです。整理に役立ちます。なるほど。物を置く場所を指定しておくと、散らかるのを防ぎ、片付けも楽になります。まさに、すべてに場所があると、使用後に物を元の場所に戻すのが簡単になります。自分の持ち物を置くためのスペースを作ることに取り組んでいきます。長い目で見れば、整理整頓に役立つはずです。さらに、毎日の清掃ルーチンを策定することで、清潔さを維持しやすくなります。管理しやすく、負担がかからない清掃ルーチンを作成する方法を教えてください。まず、タスクをより小さく、より管理しやすい部分に分割することから始めます。特定のタスクを曜日ごとに割り当てます。それは実行可能に聞こえます。清掃作業を週を通して分散させることで、大変な雑用には感じなくなります。まさに、すべてを一度に行うよりも、小さなタスクに一貫して取り組む方が簡単です。掃除のスケジュールを立ててそれを守ります。物事を常に把握し、清潔さを保つのに役立つはずです。それは素晴らしい計画だ。整理された清潔な生活空間を維持するには、一貫性が重要です。アンナさん、アドバイスありがとうございます。整理整頓と整理整頓についてのご意見に感謝します。どういたしまして、手伝えてよかった。覚えておいてください。これはプロセスなので、これらの習慣を身につけるときは辛抱強く待ってください。そうするよ。アンナ忍耐と一貫性が私の指針になります。改めて、ご指導ありがとうございます。レッスン10、観光地での英語。こんにちは、アンナ。私は外国への旅行を計画しています。特に観光地では、そこの人々は英語を話しますか？ジョンさん、こんにちは。多くの国で観光地の人々は海外からの訪問者を受け入れるために英語を話します。それは知っておくと良いことです。観光地でのコミュニケーションやナビゲートが簡単になります。はい、英語はホテル、レストラン、人気のある観光スポットでよく話されます。それは安心です。現地の人と英語でコミュニケーションが取れると安心するよ。ただし、礼儀として、現地の言語でいくつかの基本的なフレーズを学ぶことはやはり有益です。絶対に、現地の文化に対する敬意と感謝の気持ちが伝わってきます。挨拶やお礼を覚えたり、道順を尋ねたりすることから始めると便利なフレーズです。それらのフレーズは必ず覚えるよ。そうすれば地元の人との交流がもっと楽しくなるだろう。さらに、より複雑な会話には、翻訳アプリやポケット辞書があると便利です。それは素晴らしい提案です。
言葉の壁があれば助けてくれる翻訳アプリをダウンロードします。特に観光地以外では、国内の誰もが流暢な英語を話すわけではないことを覚えておいてください。それを念頭に置いて、コミュニケーションで何か困難に遭遇した場合は辛抱強く待ちます。また、誤解を避けるために、現地の習慣やエチケットについて学ぶことも役に立ちます。文化的規範を理解することで、旅行中に礼儀正しく前向きな体験ができます。絶対に、ジョン。文化に敏感であることは、全体的な旅行体験を向上させることができます。行く前にその国の習慣や伝統について少し調べておきます。そうすれば、私はもっと知識のある旅行者になれるでしょう。素晴らしいアプローチだね。ジョン。地元の文化を学び、関わりたいというあなたの熱意が現れています。ありがとう、アナ。ご指導に感謝します。旅行にワクワクしているし、今はもっと準備できていると感じています。どういたしまして、ジョン。手伝えてよかった。この国を探検して素晴らしい時間を過ごしてくださいね。私が戻ったら、私の経験をあなたと共有します。アンナ、貴重なアドバイスをありがとうございました。レッスン11、食事制限への対応。アンナさん、こんにちは。ディナーパーティーを計画しています。ゲストの一人はベジタリアンです。考慮すべき食事制限はありますか？ジョンさん、こんにちは。様々な食事のニーズに対応することが重要です。メニューのベジタリアンオプションについて考えたことはありますか？はい、ベジタリアンのお客様に美味しい選択肢をたくさん用意したいと考えています。何か提案はありますか？豆腐、tempeh、豆類などの植物由来のタンパク質源をメインディッシュに含めることができます。それは素晴らしいアイディアだ。ボリュームたっぷりで満足できるベジタリアンプロテインのオプションを用意します。また、バランスの取れた食事を作るには、野菜をベースにした様々なサイドディッシュを用意することも不可欠です。みんなが楽しめる、カラフルで風味豊かな野菜料理をいくつか紹介します。もう一つの考慮事項は、ベジタリアン料理用に別々の調理器具と調理器具を使用することにより、相互汚染を回避することです。それは良い点です。ベジタリアン用と非ベジタリアン用の調理器具が混ざらないようにします。さらに、特定の食品に含まれる可能性のあるミートブロスやゼラチンなどの隠れた成分にも注意してください。食材ラベルをよく読んで、提供する料理に動物由来の製品が含まれていないことを確認します。ベジタリアン向けのデザートオプションを提供することも考え抜かれています。フルーツベースのデザートやエッグレスケーキがおすすめです。デザートセレクションには、ベジタリアンのゲストが楽しめるものが含まれていることを確認します。最後に、事前にゲストと連絡を取り、ゲストの特定の食事の好みや制限を理解しておくことをお勧めします。ベジタリアンのお客様に連絡して好みについて話し合い、お客様のニーズに依頼られることを確認します。それは思いやりのあるアプローチだ、ジョン。それはあなたが彼らの食事の選択を大切にし、彼らに歓迎されていると感じさせたいと思っていることを示しています。ありがとう、アナ。すべてのお客様にインクルーシブで楽しい食事体験を提供することが重要だと思います。絶対に、ジョン。
これらのステップを踏むことで、ディナーパーティーの間、誰もが仲間と親身になって気遣われていると感じられるようになります。アンナさん、アドバイスありがとうございます。ベジタリアンのお客様への対応方法についていくつかの素晴らしいアイデアが浮かびました。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。君のディナーパーティーはきっと成功するよ。お祝いを楽しんで。アンナ、もう一度ありがとう。あなたの指導はかけがえのないものです。これらの提案は必ず実行します。気をつけて。レッスン12、期待と準備。アンナさん、こんにちは。仕事で新しいプロジェクトを任されたのですが、少し圧倒されています。仕事量の管理方法について何かアドバイスはありますか？ジョンさん、こんにちは。新しいプロジェクトを始めるとき、圧倒されるのは普通のことです。それを小さなタスクに分割すると役に立ちます。それは素晴らしい提案です。プロジェクトを管理しやすい部分に分けることで、一つ一つにステップバイステップで取り組むことができます。もう一つの役立つアプローチは、自分自身に現実的な期待値を設定し、それをチームに伝えることです。プロジェクトのタイムラインと成果物についてチームと話し合い、期待に添えるようにします。また、プロジェクトのどこかで確信が持てない場合は、助けや説明を求めることも重要です。そうだね。必要な時に支援を求めることで、誤解を防ぎ、全員が同じ認識を持つことができます。さらに、作業スケジュールまたはタイムラインを作成すると、整理された状態を保ち、期限を効果的に守ることができます。タスクと締め切りを概説したスケジュールを立てます。そうすれば集中力も説明責任も保てます。時間を効率的に管理するために、重要性と緊急性に基づいてタスクに優先順位をつけることを忘れないでください。重要なタスクを特定し、それに応じて時間を割り当てて、プロジェクトの主要なマイルストーンを確実に達成できるようにします。プロジェクト全体を通して健康的なワークライフバランスを維持するために、休憩をとってセルフケアを実践することを忘れないでください。いい思い出だよ。あんな自分の面倒を見ることで、私は元気を保ち、プロジェクトに集中することができます。最後に、自分に厳しすぎないでください。間違いや課題は学習プロセスの一部です。全くその通りだ。どんな挫折も自分の仕事で成長し改善する機会として受け入れます。それが精神だよ。ジョンポジティブな考え方でプロジェクトに取り組むことで、より効果的にプロジェクトを進めることができます。ありがとう、アナ。あなたのアドバイスにより、この新しいプロジェクトの進め方についてより明確な見通しができました。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。私は君の能力を信じている。君がうまくやるってわかってるよ。アンナ、あなたのサポートに感謝します。それは私にとって大きな意味があります。私の進捗状況については最新情報をお伝えします。気をつけて。レッスン13、アメニティが不足している。すみません。ホテルの部屋にはアメニティが足りないようです。このことについて話せる人はいますか？こんにちは。それを聞いてすみません。あなたの部屋に関するどんな問題でも手伝うことができます。何が足りないようですか？さて、バスルームにはトイレタリーがなく、クローゼットの中にアイロンやアイロン台が見つかりませんでした。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません、ジョン。トイレタリーとアイロンセットをすぐにお部屋に持ってきてもらいます。ありがとう、アナ。迅速なご支援に感謝します。他に知っておくべきことはありますか？はい、滞在中に他に何か必要なものがあったり、その他気になることがあればお知らせください。そうするよ、アンナ。あなたの助けが頼れると分かって嬉しいよ。ところで、部屋にミニバーはありますか？はい、飲み物や軽食を揃えたミニバーが必要です。お探しのものはありますか？ミニバーにボトル入りの水があるかと思っていました。水分補給は私にとって重要です。注意してください、ジョン。ミニバーにも無料のボトル入り飲料水を用意しておきます。それは素晴らしいよ、アンナ。私の要望に依頼えてくれてありがとう。あなたの気配りが印象的です。嬉しいよ、ジョン。お客様に満足していただくことが私たちの最優先事項です。他に何かお手伝いできることはありますか？実は、もう一つ、バスルームにドライヤーが見つからなかった。部屋に用意してあるの？見落としをお詫びします、ジョン。ヘアドライヤーをすぐにあなたの部屋に届けるように手配します。ありがとう、アナ。これらの問題への迅速な対応と意欲は称賛に値します。どういたしまして、ジョン。お客様が快適で楽しい滞在をすることが私たちにとって重要です。他に何かありますか？いいえ、それでカバーできるはずです。アンナ、助けてくれて感謝するよ。すべてが処理されることを知っているので、安心できます。お手伝いできて嬉しいよ、ジョン。他に何か必要なことがあれば、遠慮なく連絡してください。残りの滞在を楽しんでください。アンナ、もう一度ありがとう。他に何かあったら必ず連絡するよ。素敵な一日を。レッスン14、料理アドベンチャー。アンナさん、こんにちは。最近料理を試していて、新しい料理を試すのが楽しみです。あなたはどう？こんにちは、ジョン。ワクワクしますね。新しいレシピを探求するのが大好きです。どんな料理を作ることにしたんですか？スパゲッティカルボナーラというイタリアの定番パスタ料理を作ることにしました。食べたことある？はい、持っています。スパゲッティカルボナーラが美味しい。ラン、チーズ、パンチェッタ、ブラックペッパーで作られています。クリーミーな美味しさです。そうなんです。クリーミーな食感とパンチェッタとチーズの風味が合わさるのが楽しみです。素晴らしい選択だ。ジョン。ソースを一から作るつもりなの？それとも店で買ったものを使うの？私はソースを一から作るのが好きです。材料を制御したり、好みに合わせて味を調整したりできます。それは素晴らしいアプローチです。自家製ソースはいつも料理に特別な味を加えます。生パスタとドライパスタのどちらを使っていますか？このレシピではドライパスタを使います。すぐに入手でき、濃厚なソースとの相性も抜群です。いいですね。
パスタをアルデンテになるまで調理することを忘れないでください。そうすれば少し噛みつきます。クリーミーなソースとの相性も抜群です。絶対に、アンナ。完璧なカルボナーラにはアルデンテのパスタが欠かせません。ちゃんと火を通すようにするよ。カルボナーラにユニークなひねりを加えるために、エンドウ豆やマッシュルームなどの材料を追加する予定はありますか？風味を高めるためにマッシュルームのソテーを加えることを検討しています。料理に素朴な雰囲気が加わります。いい考えだね。ジョン・マッシュルームはパンチェッタを引き立たせ、全体の味に深みを与えます。そう思ってくれて嬉しいよ、アンナ。味の組み合わせが思い出に残る食事体験になると思います。きっとそうなるよ。ジョン料理とは、実験して、自分の味覚に最も合ったものを見つけることです。全くその通りだよ、アンナ。新しいレシピを試したり、自分たちでアレンジしたりするのも料理の楽しみの一つです。これ以上同意できないわ、ジョン。それは私たちが様々なフレーバーやテクニックを探求することを可能にする創造的なプロセスです。この料理の冒険に飛び込んで、私のスパゲッティカルボナーラがどうなるか見るのが楽しみです。幸運を祈って。頑張って、ジョン。あなたの料理はきっと成功するよ。その過程を楽しみ、美味しい一口一口を味わってください。ありがとう、アンナ。旅を楽しんでおくよ。もちろん、お皿も用意しておいてあげるよ。乞うご期待。ジョン、あなたの作品を味わうのが待ちきれません。楽しみにしてるよ。ボナペティ。ありがとう、アナ。どうなったか教えてあげよう。それまでは、料理を楽しんで、新しいレシピを探りましょう。レッスン15、旅行計画。アンナさん、こんにちは。次の休暇を計画していて、さまざまな目的地を探索しています。何か提案はありますか？こんにちは、ジョン。もちろん。私は旅行が大好きです。自然の美しさに興味があるなら、アイスランドを訪れることを強くお勧めします。息を飲むほどです。アイスランドは素晴らしいですね。その素晴らしい風景と地熱の驚異について聞いたことがあります。そこを旅行しても安全ですか？絶対に、ジョン。アイスランドは安全でフレンドリーな地元の人々で知られています。世界中からの観光客に人気の目的地です。それは嬉しいですね。旅行先を選ぶとき、安全は間違いなく最優先事項です。おすすめのアクティビティは？さて、有名なゴールデンサークルを探索することは必見です。間欠泉、滝、シンクベトリル国立公園などがあります。それは信じられないですね。私は自然とアウトドアアドベンチャーが大好きです。もちろん、ウォータールーンは私のリストの一番上です。ウォータールーン。ああ、ブルーラグーンのことか。ミネラルが豊富な地熱スパです。ユニークでリラックスできる体験です。はい、ブルーラグーン。取り違えてすみません。ずっと行きたかった象徴的なアトラクションの一つです。待ちきれない。理由はわかるよ。ジョンブルーラグーンは必見です。とても人気があるので、事前にチケットを予約することを忘れないでください。
注意してください、アンナ。必ず前もって計画を立て、自分の場所を確保するよ。アイスランドでは素晴らしい旅が待っているようですね。間違いないわ。ジョンアイスランドには息を飲むような風景、美しい滝、そしてオーロラを見るチャンスがあります。オーロラ、それは私にとってもう一つのバケットリストアイテムです。あの鮮やかな色が空に舞うのを見たいといつも思っていました。アイスランドは澄んだ空とオーロラを見るのに最適な条件で知られています。確かに畏敬の念を起こさせる光景です。それがどれほど魔法のようなものか想像することしかできません。彼らに会える可能性が高くなるように、訪れるのに最適な時期を必ず確認しておきます。いい考えだね。ジョン・オーロラに関してはタイミングが重要です。こんな美しさを見逃したくはないでしょう。絶対に、アンナ。旅を最大限に生かして、忘れられない思い出を作りたいです。たくさんの提案をありがとうございました。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。アイスランドではきっと素晴らしい時間を過ごせると思います。冒険のあらゆる瞬間を楽しんでください。そうするよ、アンナ。夢が叶ったみたいだね。アイスランドの自然の驚異を探検し、その美しさに浸るのが待ちきれません。本当に素晴らしい目的地です。ジョンさん、安全な旅を。息を飲むような瞬間をカメラで撮ることをお忘れなく。ありがとう、アナ。私の旅を記録して、アイスランドの美しさをみんなに伝えます。気をつけて、また会いましょう。ジョンも気をつけて。あなたの旅の話を聞いて、素晴らしい写真を見るのを楽しみにしています。ボンボヤージュ。アンナ、もう一度ありがとう。最新情報をお届けします。それまで、素敵な時間を過ごしてください。すぐに追いつきます。レッスン16、インポスター症候群。アンナさん、こんにちは。最近、自分の能力についてよく考えています。多くのことを成し遂げたのに、時々自分自身を疑うことがあります。そんな風に感じたことある？こんにちは、ジョン。私はあなたが何を経験しているのか完全に理解しています。素晴らしいことを成し遂げたとしても、自信が持てない瞬間があるのはよくあることだ。このように感じているのは私だけではないことを知って心強いです。そんな疑問の瞬間にどう対処するの、アンナ？一つのアプローチは、自分のスキルと業績を認めることです。自分が達成するために費やした努力を思い出してください。それはいい点だ、アナ。自分の業績を認めることは、自信を高め、自信喪失を和らげるのに役立ちます。絶対に、ジョン。自分の能力を認めることが大切だ。あなたは献身によって成功を勝ち取ったということを忘れないで。そうだね、アンナ。自分の強みに集中して、自分の能力を信じないといけない。しかし、他の人が私が思っているほど熟練していないと分かったらどうしますか？詐欺師のように感じるのはよくあることだ、ジョン。しかし、誰もがそれぞれ不安や苦労を抱えていることを覚えておくことが不可欠です。そうだよ、アンナ。私たちはしばしば自分自身を他の人と比較しますが、誰もが独自の道のりと専門分野を持っていることを認識することが重要です。まさに、ジョン。
自分を他人と比較するのではなく、自分の成長と継続的な改善に集中してください。学習プロセスを積極的に取り入れましょう。言いたいことはわかるよ。アンナ、学習プロセスを取り入れることで、自分のスキルを磨き、その過程で自己不信を克服することができます。絶対に、ジョン。恐れずに新しい挑戦を求め、自分のコンフォートゾーンから抜け出してください。そこで真の成長が起こります。そのことを覚えておくよ。自分のコンフォートゾーンから抜け出すことは、新しい機会につながり、自分の能力に自信をつけるのに役立ちます。それが精神だよ。ジョン、新しい課題に取り組み、自分の能力を信頼してください。あなたには素晴らしいことを成し遂げるために必要なものが揃っています。アンナ、励ましてくれてありがとう。このような自己不信の瞬間を乗り越えて、私を理解し、支えてくれる人がいるのは心強いです。どういたしまして、ジョン、このように感じているのはあなただけではないことを忘れないでください。私たちはみんな疑いの瞬間があるが、一緒にそれを克服することはできる。アンナ、あなたのサポートに感謝します。これからも成長を続け、お互いから学びましょう。力を合わせれば、どんな自己疑念も克服できます。絶対に、ジョン。一緒にやってるんだ。これからも前に進み続け、私たちの真の可能性を生かしていきましょう。私たちはこれを手に入れました。アンナ、もう一度ありがとう。あなたの言葉は私にとってとても意味があります。私たちの個人的な旅を通して、これからもお互いを支え合い、高めていきましょう。どういたしまして、ジョン。私はいつもここにいて、話を聞いて励ましています。私たちは力を合わせて、生じるどんな自己疑念も乗り越えましょう。自分を信じ続けてください。そうするよ。アンナ、素晴らしい友人であり、インスピレーションの源になってくれてありがとう。どんな自己不信にも正面から向き合い、一緒に成長しましょう。絶対に、ジョン。これがある。自己不信を克服し、新たな高みに到達し続けましょう。私たちの成長と成功を祈ります。乾杯、アンナ。これが私たちの成長、成功、そしてインポスター症候群の克服です。明るく自信に満ちた未来へ。